ゆっくり解説。2010年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。皆さん、こんにちは。今回は2010年に公開された映画ベスト10をランキング形式で振り返ります。2010年は映画ファンにとって、本当に盛りだくさんな年だったよね。アクションから感動作、そしてファンタジーまで、ジャンルの幅が広くて、どの映画も印象に残っている作品ばかりだったんじゃないかな。その通りだぜ。特に、今年公開された映画は、どれも話題になったものばかりだ。アクション映画に関しては、シャッターアイランドやエクスペンダブルズなんかがすごく盛り上がったし、アニメ映画では、仮暮らしのアリエッテやカール爺さんの空飛ぶ家なんかが話題になったよな。あの頃は映画館に通ったり、家で DVD を見たりしてたなぁ。どれも心に残る映画ばかりだったよね。今回紹介するのは、まさにその年を代表する名作ばかり。だから、皆さんも懐かしんでくれるはずだよ。それじゃあ、これから2010年の映画を一緒に振り返って、どの映画がどんな魅力を持っているのか、1位から順に見ていこう。今回はその年の名作がランキング形式で紹介されるから、最後まで楽しみにしててくれよな。第10位、シャッター、アイランド。第10位にランクインしたのは、シャッターアイランドだね。これ、すごく不思議で引き込まれる映画だったよね。心理的にかなりドキドキさせられたけど、どうしてこの映画がそんなに印象に残ったんだろう？そうだな。この映画はミステリーとサスペンスがすごくうまく絡み合ってるんだよな。主演がレオナルド・ディカプリオだし、監督がマーティン・スコセッシだから、そのクオリティには期待しちゃうよな。確かに、ディカプリオの演技がすごかったのを覚えてる。でも、内容がちょっと複雑で、最初は何が起きてるのかさっぱりわからなかったな。どんなあらすじだったんだっけ？あらすじはこうだぜ。舞台は1954年、精神病院がある島、シャッターアイランド。ディカプリを演じる主人公が、行方不明になった女性患者を探しに島に派遣されるんだ。でも、そこにはどこかおかしな雰囲気が漂っていて、次第に事件の真相に迫っていくって感じだな。おお、そんな話だったんだ。でも、単純なサスペンスじゃなくて、精神的に追い詰められる感じがすごくリアルだったよね。何が本当で、何が嘘なのかっていうテーマがすごく深いなって思ったよ。そう、まさにそれがこの映画の魅力だな。見ているうちに、登場人物の言動や出来事に疑問を持つようになって、最後まで予測がつかない展開が続くんだ。結末も衝撃的だったし、最後にどういった真実が待っているのかって、見た人の心に強く残るんだぜ。あ、そういえば、この映画、日本では衝撃のラストって触れ込みで宣伝されていたんだよね。上映前には、この映画のラストはまだ見ていない人には決して話さないでくださいっていう注意書きが流れていたって聞いたよ。そうそう。それがまた観客の興奮を高めたんだよな。上映前には登場人物の目線や仕草にも注目しましょうっていうテロップも出て、謎解きに集中させるために、二度見キャンペーンなんかも行われたんだぜ。ああ、二度見キャンペーンって、最初に映画を見た後で、もう一度見に行くっていうあれだよね。謎が解けてから、さらに深く映画を楽しむための方法としてかなり話題になったよね。その通りだぜ。さらに、超吹き替え版も上映されて、原版に忠実な吹き替えを楽しめるというキャンペーンもあったんだ。こういった工夫で、観客の映画に対する期待感が一層高まったんだろうな。なるほどね。あれだけ謎を強調して宣伝されたら、見たくなるよね。それで、あの衝撃的なラストに繋がるわけだ。まさにその通りだ。この映画は一度見ただけじゃわからない部分も多くて、何度も見返して考察したくなるような深さがあるんだ。まだ見てない人には、ぜひおすすめしたい作品だな。第9位、キック、アス。第9位は、キック、アスね。普通の高校生がスーパーヒーローになろうとする話だったわよね。そうだぜ。主人公のデイブはコミック好きの冴えない高校生で、スーパーパワーもないのにヒーローに憧れて、自作のコスチュームで街の悪と戦おうとするんだ。確か、最初の戦いで大怪我をしてしまうのよね。でも、
それがきっかけで彼の行動が注目されるようになるんだったかしら？その通りだぜ。彼の無謀な行動がネットで話題になり、一躍有名人になるんだ。だけど、本物の悪党たちとの戦いに巻き込まれていくんだよ。そして、ヒットガールとビッグダディという親子ヒーローが登場するのよね。彼らのアクションシーンは衝撃的だったわ。ああ、ヒットガールは当時11歳の少女で、驚異的な戦闘能力を持っているんだ。彼女を演じたクロエ・グレイス・モレッツの演技は圧巻だったぜ。でも、この映画、ただのアクションだけじゃなくて、ヒーローになることの現実的な厳しさや、家族の絆なんかも描かれていたわよね。そうだな。ビッグダディとヒットガールの親子関係や、デイブの成長がしっかりと描かれていて、深みのある作品になっているんだ。それに、コミカルな要素もあって、笑えるシーンも多かったわよね。ああ、ブラックユーモアが効いていて、見ていて飽きない作品だぜ。なるほど。だから、キックアスは今でも多くの人に愛されているのね。第8位、武士の家計簿。第8位は、武士の家計簿ね。時代劇だけど、剣じゃなくて算盤を武器にした武士の話だったわよね。そうだぜ。これは磯田道文さんの歴史教養書、武士の家計簿を映画化した作品で、主演は堺雅人さんと仲間由紀恵さん、森田義満監督が手掛けた、温かみのあるヒューマンドラマだ。なるほどね。確か、加賀藩の御三両者の猪山直之が主人公だったわよね。その通りだぜ。猪山家は代々、加賀藩の財政を管理する家柄で、直行も幼い頃から算盤の才能を発揮していたんだ。彼は野心も持たず、ただひたすら帳簿をつけることに没頭するんだが、その真面目すぎる姿勢が、算盤バカなんて呼ばれることもあったんだぜ。でも、そんな彼が結婚するのよね。どういう経緯だったの？ある日、町同心の娘で、商家出身のお駒との縁談が持ち上がるんだ。直行は自分は不器用で出世もできそうにない。それでもいいかと正直に伝える。すると、お駒は生きる術の中に、私も加えてくださいって返事をするんだ。このシーンはすごく印象的だったぜ。おお、素敵な言葉ね。それから二人はどんな暮らしをしていたの？直行はオクラ米の勘定役に任命されるんだけど、そこで城の役人が私腹を肥やしていることに気づくんだ。米の横流しや経理の不正を暴こうとした結果、左遷を言い渡されるが、結局、悪事が明るみに出て、人事が一新されることで異例の昇進を果たすんだ。昇進って、武士にとっては名誉なことなんじゃないの？確かにな。でも、武士の世界では身分が上がると出費も増えてしまうんだ。だから直行は家計の立て直しを決意し、家財を売り払い、徹底的な質素倹約を実行することになる。うわぁ、それって家族にとっては大変だったんじゃない？でも、お駒はそんな生活の中でも明るく前向きに家を支え続けるんだ。彼女は貧乏と思うと暗くなるが、工夫だと思えば楽しいと言って、献身的に家を切り盛りしていたんだぜ。なんだか、今の時代にも通じる話ね。お金の使い方や、家族の支え合いの大切さを教えてくれる映画だったのね。そうだな。この映画は、派手な戦いのない時代劇だけど、心に響くドラマが詰まっている。武士の家計簿は、現代の私たちにも学ぶことの多い作品だぜ。第7位、エクスペンダブルズ。第7位は、エクスペンダブルズね。確か、シルベスター・スタローンが監督主演を務めたアクション映画だったわよね。その通りだぜ。2010年に公開されたこの作品は、スタローンに加えて、ジェイソン・ステイサム、ジェットリー、ドルフ・ラングレンなど、アクション映画のレジェンドたちが集結したドリームチームの映画なんだ。まさにアクションスターのオールスター戦って感じね。どんなストーリーだったの？物語は、ニューオーリンズを拠点とするエリート傭兵部隊エクスペンダブルズが、ソマリアの海賊から人質を救出する任務から始まるんだ。リーダーのバーニー・ロス・スタローン率いるチームは、見事に任務を成功させるが、メンバーのガンナーの暴走が問題を引き起こす。結果として、ガンナーはチームを追放されることになるんだ。なるほど。それで次の任務はどうなったの？次の任務は、
中南米の小さな島国ビレイナの独裁者、ガルザ将軍の排除だ。バーニーとナイフ使いのクリスマス、ステイサムは、偵察のために島に向かい、現地でサンドラという女性と出会う。彼女の案内で状況を把握しようとするが、軍に捕らえられ、サンドラがガルザ将軍の娘であることが判明するんだ。それは驚きね。彼らはどうやって切り抜けたの？激しい戦闘の末、バーニーとクリスマスは島から脱出するが、サンドラはふるさとを守るために残ることを選ぶ。その後、バーニーは依頼の背後に CIA が関与していることを知り、サンドラを救うため、再び島に戻る決意をするんだ。仲間たちはどうしたの？最初は反対していたクリスマスも、最終的にはチーム全員でバーニーに協力することになる。彼らは島に潜入し、ガルザ将軍や元 CIA エージェントのモンローと対峙しながら、サンドラを救出し、島の解放を目指すんだ。まさに手に汗握る展開ね。アクションシーンも見どころだったんじゃない？ああ、銃撃戦や爆破シーンなど、迫力満点のアクションが満載だ。さらに、ブルース・ウィリスやアーノルド・シュワルツェネッガーもカメオ出演していて、ファンにはたまらない演出が盛りだくさんなんだ。豪華キャストとド派手なアクション。これはアクション映画好きには見逃せない作品ね。そうだな。エクスペンダブルズは、まさにアクション映画の祭典とも言える作品だ。まだ見ていない人は、ぜひチェックしてみてほしいぜ。第6位、マイレージ、マイライフ。第6位は、マイレージ、マイライフね。ジョージ・クルーニーが主演した作品だったわよね。そうだぜ。2009年に公開されたこの映画は、企業のリストラを代行するプロフェッショナル、ライアン・ビンガムの物語なんだ。彼は年間322日も出張し、全米各地を飛び回る生活を送っている。そんなに出張ばかりの生活なんて、普通じゃ考えられないわね。ライアンにとっては、それが普通なんだ。彼は人間関係や物質的な束縛を嫌い、身軽で自由な生活を信条としている。彼の目標は、飛行機のマイレージを1000万マイル貯めることなんだ。なるほど。でも、そんな彼の生活に変化が訪れるのよね。ああ、二つの大きな出会いが彼の人生を揺さぶるんだ。一つは、新入社員のナタリー・キーナーとの出会いだ。彼女は解雇通告をオンラインで行うシステムを提案し、ライアンの出張生活を脅かす存在となる。それはライアンにとって大きな問題ね。もう一つは、同じく出張生活を送るアレックス・ゴーランとの出会いだ。彼女とは気軽な関係を楽しむが、次第に彼の価値観や生き方に影響を与えていく。ライアンは彼女たちとの関わりで、どんな変化を経験するの？ナタリーとの出張を通じて、ライアンは自分の仕事や生き方を見つめ直すようになる。また、アレックスとの関係を深める中で、人とのつながりや家庭の大切さに気づき始めるんだ。それまでの孤独を好む生活から、人間関係の重要性に目覚めるのね。そうだな。彼は妹の結婚式に参加し、家族との絆や愛情を再認識する。そして、これまで避けてきた人間関係に向き合うようになるんだ。ライアンの心の変化が描かれているのね。ああ、この映画は、現代社会における人間関係や仕事観、そして孤独とつながりの意味を問いかける作品なんだ。ジョージ・クルーニーの演技も見どころだぜ。人とのつながりの大切さを再認識させてくれる作品ね。その通りだ。まだ見ていない人は、ぜひチェックしてみてほしいぜ。第5位、カール爺さんの空飛ぶ家。第5位は、カール爺さんの空飛ぶ家ね。ピクサーの作品で、確か78歳のカール爺さんが主人公だったわよね。その通りだぜ。2009年に公開されたこの映画は、妻エリーを亡くしたカール・フレドリクセンが、彼女との約束を果たすために家ごと空を飛ぶ冒険物語なんだ。家にたくさんの風船をつけて空を飛ぶシーンが印象的だったわ。ああ、カール爺さんはエリーとの思い出が詰まった家を守るため、そして彼女との約束の地である南米のパラダイスの滝を目指して旅立つんだ。でも、その旅の途中で少年ラッセルと出会うのよね。そうだ。ラッセルはボーイスカウトの少年で、お年寄りのお手伝いバッジを獲得するためにカール爺さんの家を訪ねていたんだ。偶然にも空飛ぶ家に乗り合わせ、
一緒に冒険することになる。さらに、南米で出会う犬のダグや幻の鳥ケビンも仲間に加わるのよね。その通り、ダグは人間の言葉を話す不思議な犬で、ケビンはマンツが探し求めていた幻の鳥なんだ。彼らとの出会いが、カール爺さんの冒険をより豊かにしていく。ところで、この映画の冒頭、カールとエリーの出会いから別れまでを描いたシーンがとても感動的だったわ。ああ、セリフがないのに二人の人生が伝わってくる名シーンだな。カール爺さんの心の変化や、人とのつながりの大切さが描かれているのね。そうだな。この映画は、年齢を重ねても新しい冒険や出会いが人生を豊かにすることを教えてくれる作品だぜ。まだ見ていない人は、ぜひチェックしてほしいわね。その通りだ。心温まるストーリーと美しい映像が魅力の作品だからな。第4位、インビクタス、負けざる者たち。第4位は、インビクタス負けざる者たちね。クリント・イーストウッド監督の作品で、ネルソン・マンデラ大統領とラグビー南アフリカ代表チームの物語だったわね。そうだぜ。1994年、南アフリカ初の黒人大統領となったマンデラは、アパルトヘイト廃止後も残る人種間の溝を埋めるため、スポーツを通じて国民の団結を図ろうと考えたんだ。それで、当時低迷していた南アフリカのラグビーチーム、スプリングボクスに注目したのね。ああ、ラグビーは白人のスポーツとされ、黒人からは不人気だったが、マンデラはこのチームが国の和解の象徴になると信じていたんだ。マンデラはチームのキャプテン、フランソワ・ピナールを大統領府に招いて、リーダーシップについて語り合ったのよね。その通りだぜ。マンデラはピナールに、国を一つにまとめる力をスポーツが持っていると伝え、彼を鼓舞したんだ。その結果、スプリングボクスは1995年のラグビーワールドカップで快進撃を見せ、決勝戦では強豪ニュージーランド代表オールブラックスと対戦したのよね。ああ、そして見事に優勝を果たし、南アフリカ全土が歓喜に包まれたんだ。スポーツが国を一つにする力を示した感動的な実話だぜ。マンデラを演じたモーガン・フリーマンと、ピナールを演じたマット・デイモンの演技も素晴らしかったわね。そうだな。二人の熱演が、この物語に深みを与えていたぜ。この映画は、人種や立場を超えて共に歩むことの大切さを教えてくれる作品ね。その通りだ。まだ見ていない人には、ぜひ見てほしい作品だぜ。第3位、カリブラシのアリエッティ。第3位は、カリグラシのアリエッティね。スタジオジブリが制作したアニメ映画で、2010年に公開されたわ。そうだぜ。原作はイギリスの作家メアリー・ノートンの児童文学、床下の小人たちで、監督は米林弘正。ジブリ作品の中でも繊細で美しい世界観が魅力の作品だな。物語は、人間の生活品を借りながら暮らす小人の少女、アリエッティが主人公なのよね。彼女は両親と共に郊外の古い屋敷の床下で、人間に見つからないようにひっそりと暮らしているの。ああ、でもある日、その屋敷に療養のためにやってきた人間の少年少にアリエッティが見つかってしまうんだ。しかも、初めての狩りの夜にショーと遭遇し、持ち帰るはずだった角砂糖を落としてしまう。見られてはいけない小人の掟に反してしまったのね。それで、アリエッティはショーに私たち小人と関わらないでと頼むのよね。そうだな。でもショーは昔から小人の話を聞いていたこともあって、どうしてもアリエッティと話したくなるんだ。彼は曽祖父が小人のために作らせたというドールハウスを見つけ、それをアリエッティたちに使ってほしいと考えるんだが、でも、その優しさが逆に小人たちにとっては危険を招くことになってしまうのよね。家政婦の春が小人の存在を怪しみ、ついにアリエッティの母ホミリーを見つけて捕まえてしまうの。そうなんだ。ホミリーは瓶の中に閉じ込められ、ショーも春に閉じ込められてしまう。でも、アリエッティがショーに助けを求め、二人で協力してホミリーを救い出すんだ。だけど、もうこの屋敷では安全に暮らせないと判断したアリエッティの父ポットは、家族で引っ越すことを決意するのよね。スピラーという別の小人と合流し、新しい場所を目指すの。その別れのシーンが切なかったな。アリエッティはショーの前に姿を見せ、彼に別れを告げる。
ショーも、君たちは滅びゆく種族なんかじゃないと励まし、二人はお互いに新しい未来へ進むことを誓うんだ。ショーの手術への不安や、アリエッティとの出会いが彼の心を動かしたのよね。この映画は、小人の世界を繊細に描きつつ、人との出会いが人生に与える影響についても考えさせられる作品だったわ。ああ、背景美術や、セシル・コルベルの音楽も印象的で、ジブリらしい幻想的な雰囲気が魅力だったな。繊細なストーリーと温かいメッセージが込められた作品だぜ。まだ見ていない人には、ぜひおすすめしたいわね。同感だ。小人の視点で描かれる世界や、アリエッティとショーの交流を楽しんでほしいぜ。第2、アリス、イン、ワンダーランド。第2位は、アリス・イン・ワンダーランドね。ティム・バートン監督が2010年に手掛けた作品で、ルイス・キャロルの名作を新たな視点で描いているわ。そうだぜ。19歳になったアリスが、再び不思議の国ワンダーランドに迷い込む物語なんだ。現実世界での結婚話に悩むアリスが、白ウサギを追いかけて穴に落ち、奇妙な世界に再び足を踏み入れるんだ。アンダーランドでは、赤の女王が支配していて、住人たちは彼女の圧政に苦しんでいるのよね。ああ、アリスはマッドハッターやチェシャ猫、白の女王など個性的なキャラクターたちと出会い、赤の女王の支配からアンダーランドを解放する使命を担うことになるんだ。マッドハッター役のジョニー・デップの開演が話題になったわね。そうだな。彼の独特な演技が作品に深みを与えていたぜ。さらに、赤の女王を演じたヘレナ・ボナム・カーターの存在感も抜群だった。視覚効果も見どころの一つよね。ティム・バートン監督ならではのダークファンタジーな世界観が美しく表現されていたわ。その通りだ。衣装デザインや美術も高く評価されて、アカデミー賞の美術賞と衣装デザイン賞を受賞しているんだ。物語のテーマとしては、自己発見や成長が描かれていたわね。アリスが自分の道を見つけるための冒険が、多くの人に共感を呼んだわ。ああ、現実世界での葛藤とアンダーランドでの冒険がリンクしていて、見る者に勇気と希望を与える作品だったな。まだ見ていない人には、ぜひおすすめしたい作品ね。同感だぜ。ティム・バートン監督の世界観と豪華キャストの演技が融合した、魅力的な映画だ。第1位、シャーロック・ホームズ。第1位は、シャーロック・ホームズね。ロバート・ダウニー・ジュニアがホームズを演じた2009年の映画よ。そうだぜ。ガイ・リッチー監督が手掛けたこの作品は、従来のホームズ像を刷新し、アクションとミステリーが融合したエンターテインメント作品なんだ。どんなストーリーなの？物語は、19世紀末のロンドンが舞台。名探偵シャーロック・ホームズと相棒のジョン・ワトソン医師が、黒魔術を使った連続殺人犯ブラックウッド卿を逮捕するところから始まる。しかし、処刑されたはずのブラックウッド卿が墓から蘇り、再びロンドンを恐怖に陥れるんだ。ホームズとワトソンは、ブラックウッド卿の陰謀を阻止するために奔走するのね。その通りだ。この映画では、ホームズの推理力だけでなく、格闘術や科学知識も駆使して事件に立ち向かう姿が描かれている。また、ワトソンとの掛け合いや友情も見どころの一つだぜ。アイリーン・アドラー役のレイチェル・マクアダムスも印象的だったわ。彼女はホームズのかつての宿敵であり、特別な存在として描かれていたわね。ああ、アイリーンは物語に深みを与える重要なキャラクターだ。さらに、音楽を担当したハンス・ジマーのスコアも、作品の雰囲気を盛り上げている。この映画は、アカデミー賞で作曲賞と美術賞にノミネートされたんだ。続編のシャーロック・ホームズ・シャドウゲームも制作され、シリーズとしての評価も高いわね。そうだな。新たな視点で描かれたホームズ像とスリリングな展開が、多くの観客を魅了した作品だ。まだ見ていない人にはぜひおすすめしたいぜ。総評、まとめ。さて、今回は2010年に公開された映画のベスト10を紹介してきたけど、改めて振り返ってみると、バラエティに富んだ作品が揃っていたわね。アクション映画のエクスペンダブルズやシャーロック・ホームズ、感動的なアニメ作品カール G さんの空飛ぶ家、そして心に残るヒューマンドラママイレージ、マイライフなど、ジャンルも多彩だったぜ。
仮暮らしのアリエッテみたいな繊細なアニメーションもあれば、インビクタス負けざる者たちのように、スポーツを通じて社会問題を描いた作品もあって、いろんな楽しみ方ができるラインナップだったわ。そして、どの映画にも共通していたのは、人とのつながりや生き方を描いていたことだと思うぜ。どんなに激しいアクションでも、どんなに幻想的な世界でも、登場人物たちの成長や絆が物語の軸になっていたよな。そうね。映画って、ただの娯楽じゃなくて、人生の大切なことを教えてくれるものでもあるわ。2010年の作品は今見ても色褪せない名作ばかりだから、まだ見ていないものがあれば、ぜひチェックしてほしいわね。その通りだぜ。映画を見ることで、新しい発見があったり、昔の思い出が蘇ったりすることもある。みんなも、このランキングを参考にして、お気に入りの一本を見つけてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。